田原と吉岡は聞き込みを続けたが、思わしい成果はなかった。成果がないのに、時間だけが、どんどん経ってしまう。まずい状況だった。田原の知り合いに、川上という雑誌記者がいる。その男はここ数年、政治部に籍を置いている。田原はその男に、携帯電話で連絡を取った。川上さん、久しぶりだね、田原です。誰かと思えば、今日は嬉しい人から電話がもらえたな。何かあったのかい？ある事件を担当することになった。いつものことだが、また困ってる。助けてくれないか？と、田原は言った。田原さんの頼みなら、断ったりしないよ。でも、助けられるかどうかは、わからない。いつもと同じだ。まあ、努力はするけどね。田原は、この川上という男に、一目置いている。川上は、情報の力と価値を知っている。田原は、川上をそう見ている。川上は、一般市民だ。そして、話の成り行きによっては、刑事が一般市民に、漏らしてはいけない情報を、川上に話さなければ、ならなくなるかもしれない。しかし、田原は川上から情報をもらいたかった。一般市民に秘密を漏らすのは、ルール違反だ。しかし、現実を何も知らない。政治家どもが作った。ルールに従っていたら、仕事にならない。バレれば、始末書を書かされるか、停職処分になるか、懲戒免職になることだってある。しかし、そんなことを怖がっていたら、事件を解決できない。川上との情報交換を、他人に聞かれるのは、うまくない。田原自身は、その手の情報も、欲しいと思っているし、川上の頭の中にもし、その手の情報があった場合、近くに他人がいれば、川上はそれを口にできない。田原は個室のある中華料理屋を予約した。多少値段は張るが、情報交換の内容次第では、それを上司に報告できれば、
経費で落とせることもある。しかし情報交換の内容が上司に報告できない場合や、田原自身が上司に報告したくない場合は、田原が自腹を切ることになる。それに、田原は川上を粗略に扱いたくない。情報については、田原は川上を当てにしている。田原は川上にそれなりの敬意を払いたかった。確かに、田原の身分でできることなど限られているが、それでもできるだけのことはしておきたい。中華料理店の個室だった。川上が言う。俺たち政治部の仕事は、なかなか報われない仕事だ。でも誰かがやらなくちゃならない。問題なのは政治という情報。つまり我々の仕事を世の中や、それにマスメディアそのものがどう扱うのかということだ。日本は民主国家だ。民主国家には選挙がある。誰が日本の政治を行うか、国民が選択しなければならない。その選択でこの国の政治、経済のあり方が決まる。国民一人一人の選挙の投票で、政治権力の動きが決まる。そして庶民がどの候補者に一票を入れるのか、それを選択するためには、情報が必要だ。その候補者がどんな政党に所属しているのか、その政党は何をしようとしているのか、そして有権者の多くはマスメディアで情報を得る。国民一人一人が吸収する情報は重要な意味を持つ。政治権力というのは庶民の日常生活のあらゆることに関わってくる。物価、物の値段、月々の生活費、食費、光熱費、労働者の収入、労働環境、労働者が所属する企業の経営状態、企業格差、子どもの教育、子どもの教育費、貧困問題。貧困問題があれば、貧困者ではない者も自分がいつ貧困者になるかわからない。そんな不安を抱えて生きなければならない。そして社会不安。
セーフティーネットのあり方も重要だ。でも問題がある。すべての庶民が政治に関心があるとは限らない。国民は確かにテレビを見たり、新聞を読む。でも、政治に関心があるとは限らない。芸能情報、音楽、バラエティ、文化、事件、事故、天気予報、料理のレシピ。他にもいろいろある。確かに新聞の一面は、政治についての記事が載っているし、テレビのニュースも、政治のニュースから始まる。でも皆が、新聞の一面を見るとは限らないし、テレビのニュースの裏番組では、バラエティをやっている。それに、政治権力の庶民に対する影響は、複雑だし分かりにくい。政治権力が、自分たちにどんな影響を及ぼすか。よくわかっていない庶民も大勢いる。政治が自分とどう関わっているか。わからなければ、情報を得ようとはしない。それが自分たちに必要な情報だと気がつけない。それに、今の日本では、貧困層がどんどん増えている。マスメディアは隠しているが、ブラック企業の社員や非正規雇用が、今の日本ではどんどん増えている。彼らには金がないし、時間もない。いつも働きすぎで余力もない。政治権力の情報に関心を持っている余裕など、彼らにはない。そして世界中、どこもそうだが、今のマスメディアは、インターネットに視聴者を取られている。日本の IT 産業は、世界にだいぶ遅れを取ったが、それでも日本のマスメディアも、インターネットに視聴者を取られている。スマートフォンが普及したし、それに、インターネットのオンラインゲームというのは、恐ろしく人気がある。今は大勢の庶民が、テレビや新聞よりも、スマートフォンを見る。今、マスメディアの収益は、どんどん減っている。マスメディアも、企業経営であることに変わりはない。マスメディアの収益には、そこで働く労働者の生活がかかっている。
そして、そこにつけ込まれて、マスメディア業界全体に圧力がかかったらどうなるかという問題が発生する。つまり日本のマスメディアは、マスメディアに金を出す人間に逆らえなくなる。例えば、テレビの民放の場合は、広告収入を与えてくれる。スポンサーの意向に逆らえなくなる。新聞は購読者が減り、新聞も広告収入に頼るようになった。そして、広告主に逆らえない。テレビや新聞に広告を出せるほどの企業となると、大手企業だ。そして大手企業は、政治、官僚、財界の癒着の中の財界にあたる。つまり既得権益のマスメディアに対する支配力が強まるということだ。そしてそこに政治権力が目をつける。表向き、政治権力はこういう。日本のマスメディアが危機に瀕すれば、日本の言論の自由に悪影響がある。だから、政府が援助する。だが、実情は違う。政治権力は、マスメディアを援助するために、領収書の必要がない金を使う。内閣官房機密費。その通り。政治権力に都合のいいことを言うマスメディアには多く資金が出る。都合の悪いことを言うマスメディアには資金を出さない。そうやってマスメディアに圧力をかける。領収書の必要がないから。証拠は残らない。そして、もっとまずいことが起こる。マスメディアが政治権力に抵抗できなくなれば、マスメディアは政治権力の天下りを受け入れざるを得なくなる。総務省か。そうだ。マスメディアに天下りが増える。というのは、マスメディアの上層部、つまり指導層が、政治権力とつながるということだ。そして、マスメディアの指導層は、そこで働く社員たちの人事権を握っている。政治権力に都合の悪い社員は、左遷される。政治権力に忖度する社員は、重用される。そして今の日本では、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 政治権力に忖度する社員は、重用される。
政治権力に都合の悪いことを言う。テレビのコメンテーターは、仕事を干される。政治権力に都合の悪いことを言う。フリーライターは、新聞や雑誌の仕事を干される。そうなると、日本のマスメディアは、日本の政治権力に都合のいい情報を流すだけの宣伝機関になってしまう。再生リスト12に続きます。